さあ皆さん、660cc のね車、巷では K と呼ばれるんですけども、ただ今のね660ってねもう K じゃないですよね。軽自動車なんて呼んだらちょっと怒られますよ。これもう全然ターボついてたりちょっとしたチューニングするともう2リッター並みのトルクと走りをしてしまう。それが今の軽自動車だと思います。でナンバーもね今ね選ぶとね黄色ナンバーじゃなくてオリンピックナンバーなんかで白ナンバーも、つけられますし、僕のジムニーもそうなんですけども、白ナンバーなんで普通に街中走ってると、普通乗用車と間違えられてしまいます。そんな中で今日はですねこの K を、3台持ってきまして性能チェックを、してみたいと思います。実際にこの660、三者三様なんですけども、この各ショップ、特に今関西系が非常に、熱いということで、この K の、チューニング K の、セットアップですね、どこまで進んでるのか、そしてこの性能パフォーマンスがどこまであるのかっていうのを、皆さんと見ていきたいと思います。コンセプトとしては街乗り、それからショートサーキットをメインとした、仕様になってます。この車なるべくユーザーさんが再現できるような車をということで作ってみました。以前最高速をちょっとチャレンジした時、あとちょっとで200キロっていう悔しい思いしたんですけれども、ちょっとその仕様とは、随分、おとなしめの、街乗りもできる、一般のユーザーさんが自分の車チューニングしてったらどこまでできるのかなっていう、それを、再現した車になります。足回りは車庫調が入ってますけれども、スプーンの製品ですね。もう売ってるまんまの仕様になります。であとはタイヤホイール、これももう普通に誰でも買える状態のもの。エンジンも例えば圧縮落としてハイブーストに耐えられるとかそういうことをせずに、スプーンの商品としてのコンプリートエンジンっていうノーマルを精度よく組み上げた、そういうエンジンを積んで、あくまでも、再現をできる仕様にしてあります。ノーマルのエンジンってピストンとコンロット、一番分かりやすい部分なんですけど、この車は3気筒で、ピストンとコンロットって組み合わせるとだいたいこの車だと 800g ぐらいの重さになります。でそれが通常のノーマルの精度でいうとだいたいその3つの重さっていうのがそうですね 3,4g のばらつきが出てきます。でタイプ R とかのエンジンだとその差が 2g 程度になるんですけれども、僕らはそれを、100分の 1g 単位まで合わせ込んだ、ものにしているので、まず静的な、重さでのバランスが、きっちり取れています。バランスよく組んだものっていうのはどなたが乗っても分かるぐらいスムーズに回ります。決してパワーは上がるわけではないんですけれども、スムーズに回るっていうことはそれだけ速く回転も上がる。あとは振動が少ないので耐久性も上がってきます。これは僕らが長年耐久レースやってる中で見つけた一つの答えですね。NA かと思うぐらいもうエンジンがスムーズでフラットで、後で窓開けて乗って帰る時にこれターボついてんだって思うぐらい非常にエンジンが軽くて、変な話3速4速どこのギアでも、またアクセル入れるとそこからスッとオートマチックのように走れてしまうような、そんなエンジンでした。で車体は、やっぱりスプーンさんの、リジカラもそうなんですけど、これブレスが入ってて、ちょっとね
今までだとこの S660 ってもう100キロ超えて120キロとか出してるとこうブルブルしてちょっと怖い感じがしたんですけども、非常にこうどしっと、重心も下がる感じで、車がしっかりして非常に安心して乗れる車でした。とにかくね、進化もしてるんですけども、スプーンのやることってそつがないなと思いました。スプーンザの特徴っていうと、なんかこうチューニングショップじゃないんですよね。もうね、やってることがやっぱりこうメーカー技術屋さん、かゆいところに手が届くというか、シャーシ屋さんが、これやったら良くなるだろうな、だけどこう市販車を売る時にはこれはコストの問題だとかいろんなことでこうできなかったこととか、なんかそういった意味でも本当にこう走る車を作っていく意味でも、ちゃんと、作り込む、なんていうか車が出来上がるまでのそのプロセスをしっかり踏んで、そこにこうちゃんとこう踏み入れて、車を仕上げてるっていうのはなんかスプーンさんじゃないかなって気がします。なんかね、速いとかこうインパクトがあるっていう風じゃないんですよ、なんかねイメージがね。だけどなんかこうどの車のシビックから何からホンダの車を得意としてスプーンさんやってると思うんですけど、乗った後になんかそつがないようななんか、これが車だよなっていうのをすごく感じさせてくれますね。お父さんが休みの日はスポーツ走行もできるし、日頃はお母さんが買い物に行くこともオートマチックでできます。家族連れで、旅行なんかでも行けますから、使い勝手としてはもう最高じゃないですかね。スポーツカーにはできない技ですね。スポーティーなファミリーカーとして、最高の車だと思います。この方から R06A っていうスズキのエンジンになってます。なかなかエコモードでも走れますし、スポーティーな加速も当然します。でエンジンも結構強いですから、メンテナンスも難しくはないとは思います。F3 タービンっていうタービンがついてるんですけども、コンピューターと、タービンとプラグのセットになったキットを出してます。エンジンは基本全くのノーマルです。はい、ノーマルでそこまで、パワーアップすることも可能です。足回りもうちがつい最近開発した KC ストリートっていう車高調です。フロントが、6キロで後ろが、3.5 ですね。だからちょっと柔らかめにはしてますんで、減衰力も調整式になってますから、その辺は細かく設定はできますね。このベース車両はもう新車では買えないですけども、中古車市場にかなりたくさん今出回ってます。だから値段的にもかなり買いやすくなってる値段になってますから、ぜひともターボ RS をねベース車両として買っていただいて、いろいろとカスタムしてもらえばいいかなと思います。ちょっとねちゃんと車見なかったんで気づかなかったんですけども、ワークスかと思ったら、RS ターボという安いグレード、これもう売っては今いないんですけども、非常にたくさん出回った、アルトなんですね。でなんでこの車をね、KC さん持ってきたかっていう話をしたらですね、とにかく、非常にもう安価買いやすいと。でも今のね軽自動車ってやっぱり値落ちがあんまりしないし、非常に重宝されるんで、なかなか軽の中でも選ぶの大変だと思うんですけど、このアルトだったら、中古買って、タービンとこのコンピューターつけるだけで、
ワークスをイメージするぐらいよく走るんですよ。でとにかく、まあオートマなんで、ちょっと乗り方、ブーストかかっててその後シフトアップする時にどうしてもこうターボラグみたいなのがあるんですけども、これもね慣れてしまうとね案外こう乗りやすくスムーズに走れますし、とにかく加速トルク、非常に、ありますね。アルトワークス以上あるんじゃないかなっていうぐらいあるし、ただやっぱり上の方の伸びがやっぱり足りないんで最高速までは、そんなに望めないんですけども、でも十分走るし、いやワークス買うよりこっち買った方がいいんじゃないかなっていうぐらい、面白い、アルトでした。エンジンのフィーリングはですね、とにかくトルクフルで、加速感もあるし、その、シフトアップしてね加速していく間も非常に、スピード感というかね、やる気を見せてくれるというか、今までのそのアルトターボ RS とはもう全く別の乗り物になってると思います。だからそういった意味でもアルトワークスをもうそこはちょっと超えちゃってるんじゃないかなって。コストパフォーマンスもいいし車両の球数もあるし、そういった意味でも楽しめる、アルトだと思います。正直ねもうちょっと最高速はいくんじゃないかなと思ったんですけども、やっぱりそれをどっちかというともうその車のね素性 AT だっていうのもあるし、形もねちょっとこう背が高いんで、空気抵抗もあると思うんですが、でも、170近辺でまであっという間にこう加速していってしまうんで、この車で170で走ってる結構危ないと思うんですね。十分じゃないかなと思います。通勤快速のコンセプトではあるんですけども、もともとうちコペンという車をやってて、そのノウハウがあったもんで、もういきなりバカッパ屋の、チューニングカーなんですけど、見ての通り見た目はほとんどノーマルなんですよね。で外装色は大阪のショーアップさんのところの塗料を使いまして、ちょっと純正のパールホワイトよりも違った感じに光が当たったらちょっとピンクになったりする色になってます。アルミホイールがレイズの16インチ、タイヤはアドバン052で195っていうサイズ履いてます。このタイヤサイズ、軽自動車にしてはすごく太いんですけども、これを履くためのサスペンションだったりセッティングっていうのをうちで、作っております。エンジンに関しては 660cc っていうのはそのままに、こう見えて一通り手が入ってます。もうコンロッド、ピストン、カムシャフトでターボチャージャーに、吸排気マフラーまで、ほとんどそうですね既製品で構成できるんですけども、馬力でいうともう係数かけずんで160馬力とか、もう純正比ね3倍近い出力出してます。でこの車自体実際僕の通勤の車なんですけども、通勤で使えるレベルで触媒もついてね車検対応マフラーで、外観もそんなにこう派手にしすぎずに、でもサーキットも、それなりに一丁前のタイムで走れる、クラブスポーツ的な感覚ですかね。正直言ってですねちょっとこれやりすぎなんじゃないかなってところもあると思うんですけども、大涌さんねこれ軽自動車っぽくないっていうか軽なんだけどこういろんな軽乗り換えていくうちにこれは軽に乗ってないんだっていう錯覚が起きてしまうような、そういった意味でも多分おそらくパフォーマンスも、高いし、車自体の多分、根本的なね製材能力があるとは思うんですけども、ここまで仕上げてきて、軽と呼んだらちょっと失礼だなっていう感じはしました。
ってみたらですね、びっくりする加速感とかパワー感で、660ながらびっくりしました。で最高速も200を超えて211キロまで出てるんで、ちょっとこれびっくりな車ですね。全然バンクの中も、恐怖感もないし、安心して、乗れた1台です。とにかくね、軽で660でやっぱり210キロ出るってすごいと思います。